今回は無理な人との関わりで生まれるイライラやモヤモヤ、不満やストレスがスッと消えてしまう簡単な方法についてお話しします。これきっと9割の人が知らないんじゃないかな。今回はすぐにできる簡単な方法を一つ、また多くの人がやっている NG 行為、これは良いことだと思っているけれども、実は逆効果になってしまうこともしっかりと解説していきますので、最後まで視聴してくださいね。一人くらいはいませんか？正直、この人無理だなって思う人。だけど、どうしても会わないといけないとか、関係性が切れない人。世の中にはいろんな人がいますよね。ジャッジはしたくないなと思う。だけど、一緒にいるとストレスを感じたり、話をしていると心がモヤモヤしたり、こういう時、早く忘れたい、思い出したくないと思ってしまうのに、引きずってしまうこともありますよね。あなたはこういう時どうしていますか？今回の話を知るだけで、人間関係で起こるストレスをスッと消す方法を手に入れることができますよ。例えば、何度も何度もずっと嫌なシーンを思い出してしまうストレスから解放される。人や自分を責める気持ちも自然に消える。普段の穏やかな状態のあなたに戻ることが楽にできるようになると思います。まずは結論であるやり方からお話しします。それは目を閉じることです。見ないふりをするということではなくて、本当に目を閉じる。それだけです。たったそれだけのことで、イライラやモヤモヤ、ストレスが軽減するなんて信じられない。そんなことでいいのと思った方いると思います。ですが、これ、科学的な根拠がある方法です。その根拠は後ほど解説するとして、まずはどう使うか、具体的な使い方をお伝えします。目を閉じるなんて、そんなの職場では無理と思った方、その場で無理な場合はトイレに行きましょう。個室なら目を閉じても怪しまれませんよね。家族だったら別の部屋に行くとか。また、その時は無理な場合は、後で一人になれる時間にやるのも OK です。よくある夜思い出して不快な時にやるのもいい。今、まさに心がもやもやしている時に使ってください。これ、リセット効果が高い方法ですから、ぜひ試してみてくださいね。では次に科学的な根拠についてお伝えします。私たちの脳は80% 以上の情報を視覚、つまり見ることから得ていると言われています。目を閉じることで情報の80% 以上を遮断することができる。これにより、あれこれ考えてしまう脳を8割も休息、つまりセーブモードにすることができるようなイメージです。嫌なことをぐるぐる考えてしまう脳の緊張を自然に沈めることができるんですね。そしてリラックス状態になるためには欠かせない副交感神経が優位になり、自然と穏やかなあなたに戻ることができます。科学的に言うと、脳波がベータ波からアルファ波に変わっていきます。ベータ波というのは、イメージで言うと、こんな風にすごい波形で動いているような脳波です。そしてアルファ波になると、ゆったりとした穏やかな波のような、このような脳波に自然に変わってくれます。感情には心と脳が関係しています。つまり、意志の力で気持ちを落ち着かせようとか、考えないようにしようとすることは、そもそも難しいことだったんです。脳へのアプローチも絶対に必要です。ですから、この方法、目を閉じてリラックスが自然に起こる方法を試してください。
さらに効果を上げたい人は、深呼吸をプラスするのもおすすめです。深呼吸はリラックスによくおすすめされる方法ですが、実はただ深呼吸をするよりも目を閉じてする方が効果が何倍にも高まります。では次に、こういう時に多くの人がやっている脳のメカニズムから見ると、実は NG な行為についてお話ししていきます。それは考えないようにしようとか忘れようとすること、つまりずっと考え続けることです。また、これは自己成長だと捉えようと考えている時も、結局思い出す作業をしているようなもの、忘れたいこと、嫌なことなのに、これを繰り返していると、脳は重要だと勘違いしてしまうんです。だからいつまで経ってもふと思い出す。そんな経験ありませんか？また、内側にある気持ち、ここにあるものをどうにかしようと思って注意を向け続けること。何度も嫌な言葉や嫌なシーンを繰り返し思い出していると、脳やあなたの中にその言葉やシーンを上書きするようなイメージですから、どんどん深く刻まれてしまう。だからいつまで経っても忘れられない、思い出してしまうということが起こってしまうんです。脳は繰り返す思考を重要な情報だと感じて記憶してしまうメカニズムがあります。脳はいいとか悪いとかそういう判断がないから、繰り返す思考を重要な情報だと感じて記憶してしまうんです。こういうふうに丁寧に詳しく小さな部分から解説している人も少ないんじゃないかなと思います。ですから、これを見たラッキーなあなたは1分でもいいから試してみてください。ただ、目を閉じて真っ黒な空間を見ているようなイメージでいいんです。それが難しい場合は、カウントを取りながら深呼吸をしてみてください。例えば、4秒吸って4秒吐くようなイメージ。数を数える方に意識を向けるんです。これ、5分すると睡眠と同じくらい脳が休息すると言われています。そしてストレスが軽減されてリセット効果がさらに高まるとも言われています。最後に、そもそもなぜ人はこういう人との関わりで生まれたストレスをなかなか消すことができないのかという人間のメカニズムについてお話しします。人を変えることは難しい。これは多くの人が聞いたことがある言葉で、そうだなぁと思っていると思います。頭では分かっていますよね。だけど心は反応する。原因はあの人。だけどそこのアプローチは無理ですよね。ですからできること、解決策の方に意識を向けるといいんです。自分の心の反応を短い時間で消すこと。これが私がおすすめする解決策です。嫌だなぁと思わないようにするということは難しい。心が反応するのは人間だから。これを止めようとすることは難しいんです。例えば手をぶつけて痛いなって瞬間に思う。これと同じように心の反応は自然にやってくるんです。心地よいとかあまり好きじゃないなって思う。これは生きているから起こる自然な反応なんです。ですから自分を責めたりしなくてもいいし、そういう感情が浮かんできたことを隠そうとしなくてもいいんです。ですから相手をよく見ようとか、感謝と受け止めようとか、これは自分を磨くためだと思って我慢しなくてもいいんです。多くの人がそういう選択肢を選びがちですよね。脳が重要な情報だと勘違いして忘れられないという問題があるだけではなく、実際体と心に悪い、あなただけ無理をするとか、
あなただけストレスがたまるっていうことが起こりかねません。過去の私も実は相手のいいところを見ようとか、私が我慢すればいいと思った経験があります。その結果、心も体も壊してしまいました。ストレスが溜まりすぎて、多くの人が相手の良いところを見ようとか、私が我慢すればいいと思いがち、自分に無理をさせがちです。心の傷は簡単には消えません。たとえその場所を離れても何年も続きます。それにその後の人生に決していい影響は与えないと思います。私はあの頃、この方法を知らなかった。だから我慢したり、良いところを見ようと思って、一生懸命自分の気持ちをコントロールしようとしたんです。だから今、この方法を見ているあなたには、この科学的なリセット方法を使ってほしいなと思います。最後に一つ、今、無理をして頑張っているあなたの心の隅に置いておいてほしいこと。これは科学的な効果があると言われている方法です。ですが、人間には理論だけではどうにもできない時があります。ですから、やめるとか、離れるという選択肢も自分に許していいということ。職場に迷惑がかかるとか、職場の人が困るとか、私がいないと大変とか、私も実際そう思って頑張りました。人によっては、ここしかないとか、我慢するしかない、他に行くところがないといった逃げ道がない人もいるかもしれません。確かに今はそうかもしれない。ですが、あなたの心と体を守ってあげられるのはあなたしかいません。今すぐに行動ができなくてもいい。だけど、そういう道を選んでもいいと許すことは今できます。ですから、あの人無理という状況の中で、今あなたがずっと頑張っているとしたら、離れてもいいと自分自身に許してあげる。それも大切だと思います。優しい人、責任感が強い人、周りのことを考えてあげられる人こそ、離れてもいいという許可を自分に出してあげてください。その上で、この科学的なリセット方法を毎日取り入れてもらうと、人生はぐんと生きやすくなると思います。ぜひ試してみてくださいね。目を閉じて脳波がアルファ波になると、脳の疲れがリセットされ、心に少しの余裕ができてきます。そうすると最後にお話しした自分に逃げ道を許すという選択肢や、あなたにとってベストな選択肢が見えてきます。また、それをどうやったら可能にできるか、具体的な行動、アクションを考えられる状態も必ず整います。よかったら保存して何度も見返して脳から整えるこの科学的な方法でストレスを軽減してください。今回の内容が良かったなと思った方は高評価で応援していただけると嬉しいです。このチャンネルでは願いを叶える、希望する人生を生きる、ストレスから解放される、そういう日常で使える便利なツールとして脳と意識のメカニズムを利用する方法を今回のように詳しく丁寧に解説しています。よかったらチャンネル登録をしてここでしか聞けない情報をまた受け取ってください。最後まで視聴していただきありがとうございます。意識変容コーチ中井でした。また次の動画でお会いしましょう。